こんにちは、ジパング55のタカです。今私は千葉県にある新羅養老バレーに来ております。養老渓谷のすぐそばにあり、2025年3月にオープンした比較的新しいホテルです。今回はそんな大自然に囲まれたホテルをたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。新羅養老バレーは東京駅から車で1時間30分ほどの距離にあります。東京アクアラインを通ると比較的早いですね。電車の場合、養老渓谷駅か上総中野駅まで電車で向かうと無料の送迎があるそうです。養老渓谷がアクセスしにくい場所にあるので、電車だと少し時間がかかりますね。ホテルに着くとロビー兼ラウンジでチェックインを行います。ロビーはそんなに広くなく、混雑時には混み合いそうなスペースでした。ロビーからも奥に養老渓谷を見ることができます。今日はあいにくの雨でしたので、室内で過ごします。ウェルカムドリンクも置いてあり、自由に飲めるようになっていました。内容は日替わりで、今日はライチとマンゴー、レモンとライムジュースがありました。夏の時期に訪れたので、カブトムシもいました。お手拭きを渡していただいたので、そのままラウンジのドリンクやお菓子も食べたいと思います。ラウンジにはドリンクと簡単なおつまみが用意されています。レモンサワー、ハイボール、ビールなどのアルコールも午後3時から提供されており、飲み放題でした。おつまみはドライフルーツ、カヌレとチーズ、小魚の小鉢がありました。紅茶、コーヒーなんかもあります。スパークリングワインや白ワインなどもありました。このホテルは13歳以下が宿泊できないため、ドリンクもお酒が多いですね。ノンアルコールのスパークリングワインなども置いてありました。ラウンジはロビーと兼用なので、チェックインのタイミングは少し落ち着きがありませんね。おつまみの補充も少し遅かったので、一旦部屋に戻って再度訪れてもいいかもしれません。ここは以前、渓流の宿、福水という宿でしたが、その宿を改修して新しいホテルとしてオープンしました。以前に比べて、よりラグジュアリー感が増し、宿泊料金も上がったそうです。それではお部屋に向かいたいと思います。部屋までの廊下は旅館らしい作りになっています。部屋の鍵はカードキーではなかったです。今回は一番リーズナブルなお部屋に宿泊します。玄関は広々しており、靴なども脱ぎやすかったです。ベッドルームの前にはウォークインクローゼットがありました。洗面台ではなく、ここに化粧台があります。ウォークインクローゼットはかなり広々していますね。大きいスーツケースなども余裕で置けそうです。フリーサイズのパジャマと消臭スプレーもありました。トイレは少し古めでしたね。こちらがベッドルームです。広々していて、綺麗ですね。部屋にある棚には、グラスやコーヒーカップがあり、日本茶などがありました。ほうじ茶やカフェインレスコーヒーも入れることができます。ケトルと無料のお水もありました。冷蔵庫にあるお酒やジュースは自由に飲むことができました。お風呂に入りながら飲むのもいいかもしれませんね。大きめのテレビと椅子が2脚あります。机にはホテルの案内と千葉名産の落花生を使ったまんじゅうがありました。そしてすぐ後ろに洗面台があります。バスタオルの量も多いですね。アメニティは男性用と女性用で分かれていました。男性用はシェービングクリーム、フェイスマスク、スキンケアセット、ヘアー系のアメニティがありました。女性用はミキモトのスキンケアセットやクレンジングなどがあります。ハンドソープと洗顔も置いてありました。引き出しには
コップやアクセサリー入れがあります。ヘアードライヤーはリファが置いてありますね。隣にはシャワールームがあり、レインと手持ちシャワーがありました。三木本のシャンプー、リンス、ボディーソープもありました。部屋には外を見渡せる露天風呂がついています。養老渓谷の岩肌を見ることができます。ベンチもあり、外でゆっくりすることもできました。若干下から見えそうでしたが、カーテンなどで隠すことができました。養老渓谷温泉は黒湯が有名です。地中で植物性の有機物が腐食物質などと混ざることで、このような色合いになるそうです。肌触りが良く、美肌効果が期待できるそうです。今回はこちらのお部屋に一泊します。気になるお値段は、大人1人平日宿泊で36,000円でした。一番リーズナブルなお部屋だと4万円前後で泊まることができるみたいですね。秋になると、養老渓谷の綺麗な紅葉を見ることができるそうです。他にも、少し広めのお部屋や、大浴場を改装したお部屋、養老渓谷に流れる川を見れるお部屋など、いろんなタイプのお部屋があります。目的に合わせて、好みのお部屋を探してみてください。施設には無料の貸し切り露天風呂や、水着着用で楽しむお風呂、有料の貸し切りサウナなどもあります。貸し切り露天風呂は予約が必要なので、チェックインのタイミングで予約してみてください。チェックアウトは10時30分で、少し早めですね。お部屋によっては11時まで滞在が可能なようです。それでは水着を着て、プールスタイルでお風呂を楽しむ温水プールに行ってみたいと思います。場所は本館から少し離れており、3分ほど歩いて向かいます。雨の日は屋根がないので、少し大変ですね。床も滑りやすくなるので、注意してください。こちらが温水プールの入り口です。中に入ると貸し水着があり、自由に借りることができました。更衣室は結構狭く、ゆっくり準備するのは難しそうです。シャワーもあるので、軽く体を流してから入ります。こちらがお風呂です。養老渓谷を間近に見ることができますね。今日は天気が悪く、少し霧がかっていますが、それはそれで幻想的でした。冷蔵庫の中にはキリンの缶ビールもありました。ペットボトルの水もあるのが嬉しいですね。そばにはベンチもあり、涼みながらゆっくりできる空間になっていました。お風呂は意外に深く、肩より下ぐらいまで水がありました。今日は雨のせいで水が濁っていますが、普段はもう少し透明度が高いと思います。ビールを飲みながらゆっくりした時間を過ごせるのは嬉しいですね。森林の音も聞こえ、ゆったりとした時間が流れていました。注意したいのは、更衣室が結構狭く、男女の更衣室も分かりにくかったです。また更衣室は鍵もかけられず、開けたらすぐに脱衣所なので、女性の方は少し心配かもしれませんね。またプールもすごい広いわけではないので、3から4組いたら人の多さを感じてしまいそうでした。人が多かったら時間をずらしてみてもいいかもしれません。プールは温泉ではなく単なるお湯なので、天候が悪い時は無理して利用しなくてもいいかもしれません。それでは続いて、貸し切り露天風呂に向かいたいと思います。貸し切り露天風呂は本館にあり、時間指定をして無料で利用できます。お風呂場は2つあり、2組が同時に使えるスタイルでした。脱衣所は広々しており、タオルなども用意されています。ソファーや扇風機もあり、涼めるようになっています。ドライヤーもあります。冷蔵庫にはお水も用意されていました。
粧水や乳液なども置いてありました。脱衣所は広々していたので、準備などはゆっくりできそうです。ただ時間は40分と限られているので、髪の毛を乾かすなどは部屋で行ってもいいかもしれませんね。露天風呂には洗い場が一つありました。温泉は養老渓谷温泉の特徴である黒湯です。外の景色は遠目に渓谷が見える程度でした。気になったのは貸し切り風呂が2つあるので、同じ時間帯に利用する人の声が丸聞こえだったことです。せっかく貸し切りなら声など気にせず話したかったですね。それでも広々したお風呂にゆっくり入ることができました。続いて夕食をご紹介します。福水というダイニングでいただきます。待つことができるエリアもありましたが、待たずに案内していただきました。案内された席は半個室になっており、人目を気にせず食べることができました。机には苔玉があり、可愛らしいですね。メニューは和食のコースになっており、お肉やうなぎなどがあります。ドリンクは日本酒の飲み比べや、焼酎、ウイスキー、サワー、ノンアルコールワインなどがありました。私は地酒の日本酒飲み比べを注文しました。最初の料理は先漬けのバーニャカウダです。野菜につけるクリームが濃厚で美味しかったです。席は多少人の話し声は聞こえますが、ゆっくり食事できる環境でした。続いて前菜とお椀物です。タチウオ南蛮焼き、焼きナスフランなどの盛り合わせと鮎のそうめんです。変わった前菜たちでどれも美味しかったです。鮎のそうめんは鮎が素揚げされており、一緒に美味しく食べることができました。お作りはアワビ、カンパチ、マダイでした。仕入れ状況によって内容は異なるようです。塩、刺身醤油などにつけていただきます。アワビも身が大きく、他のお魚も新鮮でした。海近くの脂が乗りまくったお魚とまではいきませんが、内陸にある養老渓谷で美味しいお魚が食べれるのは意外でしたね。伊勢海老のバイカ揚げ、メインの和牛炭火焼きと夏野菜のラタトゥーユ、土鍋で炊いたトウモロコシご飯、うなぎのかば焼きと続きました。どれも豪華な食材ばかりですね。トウモロコシご飯は量も多く、味がしっかりついて美味しかったです。食べきれない場合は、おにぎりにして部屋に持って帰ることができました。うなぎと一緒にトウモロコシご飯が食べれるのも嬉しいですね。最後は梨のデザートを提供してくれました。記念日の場合は、無料でプレートを添えてくれます。そういったサービスは嬉しいですね。種類は多かったのですが、料理の量は若干少ないようにも感じました。最後のトウモロコシご飯が多かったので、そこで足りたという感じでした。おそらくラウンジに軽食が用意されているので、それに合わせて量も控えめなのかもしれません。全体としてはいろんな種類の料理が食べれたので満足です。それでは夜のラウンジをご紹介します。昼間より少しお酒の種類が増えていますね。ウイスキーや焼酎などが足されています。ノンアルコールのスパークリングワインもあります。おつまみはナッツ、チョコレート、ビーフジャーキー、竹炭ホットサンドがありました。ホットサンドは具材にチーズなんかが挟まれているみたいですね。夜のラウンジは落ち着いた雰囲気でゆっくりできそうです。テラス席で過ごそうと思ったのですが、明かりの周りに虫が集まっていたので室内にしました。訪れたのが夏の時期だったのでしょうがないかもしれませんね。ラウンジには本もあり、小説やガイドブックなどを読むことができました。落ち着いた夜の時間を過ごすことができるので、ぜひ利用してみてください。それではしばらくゆっくりして休みたいと思います。おはようございます。朝からお部屋の露天風呂に浸かり、気持ちが良かったです。
部屋のお風呂だとすぐに入れるのが嬉しいですね。それでは早速朝食を食べに行きます。朝食会場は夕飯を食べた場所と一緒でした。朝食は一度に全て持ってくるスタイルでした。ブルーベリーヨーグルトスムージーとリンゴジュースもありました。ジュース類やコーヒー、紅茶などは言えば持ってきてくれるみたいですね。白米がまだありませんが、こちらが朝食です。野菜とサワラの西京焼き、木更津サーモンをいろりで焼けるようになっていました。焼きたてのお魚やお野菜が食べれるのは嬉しいですね。朝食は夕飯に比べて種類は少なめでした。量もそこそこといった感じです。ただ味はどれも美味しく、焼きたてが食べれるのはとても良かったです。では残りを食べてしまいたいと思います。チェックアウト間際のラウンジではマフィンが持ち帰れました。車内で食べれるのが嬉しいですね。コーヒーの機械はメンテナンス中だったのが残念でした。それでは今回の新羅養老バレエいかがだったでしょうか。改修してオープンしたばかりということもあり、建物やお部屋が綺麗でしたね。大自然を感じながらゆったり過ごせるホテルでした。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。